こんにちは、フリーマンです。子供の頃から始めた人だけが有利という思い込みを今日変えていきましょう。楽器は幼少期から始めないと身につかない。大人になってから始めても中途半端になるなど、このような考え方は多くあるかと思います。本当にそうなのでしょうか？自身がやりたいことに遅いも早いも正直ないというのが個人の考えなんですけれども、ここは大人から始めた方が有利。この理由を少し挙げていきたいと思います。一つ目、動機が自分の内側から来ているかと思いませんか？子供の頃に習い事としてギターを始めた方の多くは、親御さんや環境に促されて始めています。大人になってから自分の意思で始めた方は、弾きたいという動機が完全に内発的じゃないでしょうか。この内発的動機を持つ方の継続率は外部から促された方と比較しても構造的に高いと言われます。辞める理由が自分の外側にないからですね。二つ目、目標が現実的でシンプルです。子供はコンクールや発表会という外部の評価のために練習を求められることがあります。大人が独学で始める場合は、目標は好きな曲を一曲弾けるようになりたいとかですね、こういったシンプルなものが多いのではないでしょうか。こういった目標は達成が可能で、達成した瞬間に次のまた動機が生まれやすいですよね。三つ目、練習時間を自分でコントロールができる。大人は自分のスケジュールを自分で決められますよね。1日5分でも15分でも、自分が確保できる時間に練習ができます。子供の練習時間が親や学校のスケジュールにどうしても左右されるのとはまた対照的に、大人の練習は自律的に設計ができるという特徴があると思います。4つ目、演奏が下手でも続けるという許可を自分に出せます。大人は誰かに評価されるために練習する必要はありませんよね。演奏が下手でも上手くなくてもいいです。最悪、誰にも聞かせなくたっていいじゃないですか。この選択ができる自由がプレッシャーなく続けられる最大の条件になるのではないでしょうか。大人からギターを始めて続いている方の共通点と思うことを挙げていきます。まず、完璧を目指していない。週に数回15分程度弾けば十分だという前提で始めることができます。毎日2時間とか長時間練習しなければ上達しないという強い思い込みを持っていないケースが多いかと思います。少ない時間で続けることを最初から設計してるんですね。そして、環境を先に整えられる方。弾きたいと思った時にすぐ弾ける状態を作っています。ケースにギターをしまわない。スタンドを出しておくとか、ヘッドホンをそばに置いておくとか。この小さな摩擦を取り除くことが継続の確率を上げてくれます。大事なことなんですが、誰かと比較しないことです。SNS などで上手な人の演奏や超絶技巧などを見て落ち込むことなどをしないということです。超絶技巧やすごく難しいことをしなくてもギターは十分楽しめます。そして気持ちよく演奏もできます。自分の昨日と今日を比較したりですとか、この比較する設計というのをやめることで長期的な継続を支えるでしょう。まとめです。内発的な動機、現実的な目標、自律的なスケジュールや評価からの自由。これらはすべて大人だからこそ持てる条件ではないでしょうか。今から始めることを迷っているなら、その迷いに根拠はないですよ。次の動画では、
ギターをやめられた方の多くが後悔している理由と、その後悔が持つ意味についてお話をしていきたいと思います。サイレントギターについて、クラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。